皆さんこんばんは、マックスオリドです。今回はですね、なんと第2弾ということで、前回ね僕が千葉にある柏にあるね中井くんの RWB にねこう神の住む工場に遊びに行かせていただきましたが、もうその時の感動をいまだに僕はねこう覚えてますが、今回はなんと第2弾ということで中井くんがうちに来てくれました。 130R へようこそ。見てください、中井くんのポルシェが入っております。今日はなんと中井くんのこのねRWB のポルシェに乗らせていただけるということで、今日は楽しみな夜になりそうです。この余裕のある感じがいいな。そんな2人でドライブすると思ってなかったよ。すごいこの後ろの吸い付く感じが。でも船橋港が一番お客さん多かったよね。いや船橋港のあそこの青春が一番最高、ね、中井くんのポルシェが入りました。ちょっと俺的にはドキドキしますけどね。いやもう本当に緊張しますね。今日のこのベース車両は、これ997ですよね。そう。この間工場に置いてある。そう。はあ、いい色ですね。めっちゃくちゃとにかくワイドだねこれ。すごいな。これ ETC の幅とか大丈夫なのあれ。なんとかこうやって集中すると大丈夫。やっぱり集中してるあそこ。この61ってのは何か意味あるんですかこれ。全くないんだよね。ないんだねこれはね。ないんですよ。その時数字をこう掴んだもの。数字は全部もうラッキーナンバーだから。なるほど。中井くんのポルシェってどのポルシェも非常にフロントがねもう地面つりそうなそういうイメージあるじゃないですか。今回ねちょっとね僕は分かったんですよ。ここのグリーンの下だけその柔らかいのかなと思ったら、このグリーンのところから意外と柔らかいんだね。そうね。全体的にしなる感じ。すごいな。これでもゴムでしょ。これが緑はファイバー。これファイバーなんだ。ゴムなの。こういうのでいなしてるんですよ。そういうのはすごい。これはもう一番最初中井くんがやった本当に技ですからね。これはでも作ってんだよねこれ。ホームセンターのゴム。でも型で作ってるでしょこれ。作ってない自分で切るの。そうなんだ。で内装はもう至ってスタンダードのままですね。そう。だからこれもまた後々にはいろんなことやっていくんだけど。じゃあ早速ちょっとドライブさせてもらいたいんですけど。もちろんよろしくお願いします。ちょっとドキドキしちゃうな。なんかレーシングカーに初めて乗る時のドキドキ感ですよこれは。初めてだねこうやって。初めてだよ。ドキドキですよ。これで今パッとゆっくり乗った感じ、大きいボディにはあんまり感じないね。そうなんだよね。乗り味も、むしろなんかクッションがちょっと良くなってくるような感じもするんだそうかもしれない。タイヤ外に出てるから154になってさ、こんなもうあんまガチャガチャあんまり乗ってられないじゃん。毎日乗るとなるとね、たまに乗るんだったらガチガチでもいいんだけど、乗り心地は大事よね。大事だよね。昔は気にしなかったけどね。確かに。昔は86とかもう TRD のショック入れて、なんかバネ入れて車庫端で終わりだった。確かに。でもこうやってやっぱハンドル切ると後ろのこうぐーっとこう粘りがめちゃくちゃあるね。これちょっと緊張の ETC ですけど、これ集中すれば大丈夫。集中すれば大丈夫。真ん中って真ん中ね。これすっごい集中力いるなこれ。でも結構余裕ある。すごいない時あるけどね。めちゃくちゃ狭いとこあるじゃん ETC のとこも。いいねこの辺高速すぐだしさ。そうなのよ。素晴らしい。結構だからポーンと乗って結構ちょっとテストみたいなのするのには。もうこっち移ってじゃあもう30年だ約。そう30年30数年。普段何乗ってんの通勤は。普段からもう86とか、もうなんかそういう通勤車みたいなの乗ってない。普段からそういうの乗ってる。乗ってんだ。スープラとか86とか AE とかポルシェとか、もう順繰りこう順番だよね。順番で。わかる。その時にまた何か考えんだよね。そう大事なことだよね。なんか訴えかけてくる何もかもあるよね。そう過去もこういろいろこう何しようかって出てくるじゃん。確かにこうやって車乗ってる時いろんなこと考えられるからね。そうめちゃくちゃ乗り心地がいいね。タイヤが外につくと車高上がっちゃうじゃん。それでなんかあんのかね。なるほど。接地面は変わんない。タイヤサイズそんな変わんないから安心感があるんだよね。
通常こんだけ外出ると後ろがすごく動いちゃうようなイメージがあるんだけど、でも後ろはねちょっといいにしてある。ああなるほどね、前へちょっと合うと後ろへちょっといい、大体。でもこれを世界中のにファンを作ったっていうのは本当すごいね。ねえ、なんでだろう。でも自然なことだよね。でもやっぱスタイルなんだよね。だからこうそうだからやりすぎないやりすぎるなんとかあると思うよ。中井君の人間と車が一体化してんだよね、多分ね、イメージが。ファッションみたいなもんじゃん。確かに。いやいいですね、いいね。この余裕のある感じがいいな。飛ばすと危ないよね。本当捕まっちゃうよね。本当に飛ばさなくても気持ちいいところが最高。そうでもこうやって車ずっとやれてさ、幸せだよね。本当ね、幸せだね。本当ごくわずかだよ。みんなやっぱりね、いろいろな事情があるからさ。今若い子たちが結構ね車好きが増えてて、また20代の全般の子とかが結構みんな頑張ってね車買って乗ってんだよね。やっぱ小学校の時に見た憧れの車ですとか、多分お父さん連れてかれて見てんだよな。昔はどこのガソリンスタンド行ったってさ、みんな86止まってたよ。止まってたね、綺麗にしてね。20代に1台ぐらいはすれ違ってたよ。いや間違いない間違いない。こうやって乗ると997いいね。996と違うんだやっぱり。違う、全然違う。996は、まあ、パッと見た目あんま変わんないんだけど、もうちょっとガサツだったもんな。カップカーとかあるじゃない、レーシングカー。997が一番面白いってみんな言う。なるほどね。すごいコンパクトで、あの頃はまだこうシーケンシャルミッションとかだったんだけど、一番乗ってて面白いって言ってる。カップカーがね。カップカー。あれもナンバー付きがたまに出てるから欲しかったんだけどさ、買えなかった。しかし本当安定してるね。全然幅広の車乗ってるようなデメリットを全く感じない。ダンパービルスタイン。ビルスタイン。これは純正のやつをビルスタインを改装して、ワイド用でちょっとスリック履いても大丈夫なようにしてもらってるっていう。カーボンブレーキだとなんかバサバサになっちゃうっていうから。ブレーキね。あとはだからもう今はもう本当最終的にトーとねアライメント、結構重要になってる。昔は全然気にしなかったけど、2ミリが命取りとかで乗り心地も変わるじゃん。車高上げたら下がったりで違うでしょ。最後はそこをちょっとちゃんとやる。まあ確かに塔大事よね。じゃないと乗っててまたそれも気もあるじゃん。ちょっとマンホール乗ってグニュグニュとか言ったりさ、プリプリしちゃうでしょ。大人になったんだよね、その辺が。昔は気にしてないよ。走れりゃいいやって。直進安定性もすごくいいもん。これ今タイヤフロントはネオバの AD09 ね。新しいやつで。後ろはまだ出てないんでしょ。08ね。そう。多分そのうち出ると思う。今どんどんサイズを増やしてるんで。やっぱネオバはすごいよね、昔からね。ネオバはね。雨とか安定するしさ。なんせ情報がすごい分かりやすいじゃん。ドライバーにね。そう。サーキット走ってもそうだよね。すごく分かる。限界が分かりやすいね。そうなの、そう。まあこれ以上行くと無理だよ。そう。ポギョーっていう手前がさ分かるじゃん。めちゃくちゃいいもんね。ここまでワイドにするとこういうようなフィーリングになるんだね。逆にナローだと僕はほらもう電車感覚になっちゃう。遅いからね。そうだよね。すごいこの後ろの吸い付く感じが。ステアリングにバイブレーションは全く来ないのよ。通常だとブッシュとかだったらなんか来そうな感じもするんだけど、そういう感じはないんだよね。なんだろうな、コロコロ軽い音だよね。他にも GT3 もあと2台3台あるんだけど、それもみんな出るの。出る。特に左なんだ。でまさかだよね。こうやってこんな2人でドライブすると思ってなかったよ。でもお店は結構車屋さんではあそこまでやってるとこはないからいいんじゃないね。すごいよ本当にこのコーナーリングしてる時の安定感も。
プロが言うんだからね、初めてそういう人に乗ってもらった気がするな、こういうとこで。フロントがスムーズに中に入っていく感じがすごいあるもんね。最近のポルシェの乗り味に似てる。後ろがすごいしっとりしてて、前がこう中に入っていくような感じ。これでもっとキャンバーが本当はなければもっと乗り心地いいんだけど、それも譲れないじゃん。ああ、間違いない。多少欲しいじゃん。誰だろうこれ。知り合いだよ。誰かお客さんだな。中井君が来たなっつってびっくりしたんじゃないみんな。本物なんつって。うん。たまたまですか？うん、お撮影。あ、撮影。うん。あ、こんにちは。どうも。すごい。箱根も結構行った。山梨の昇仙峡とか行った。山梨のあそこも行ったよ。闇ばっかり。あれ面白いね。面白かった。この間久々に通ったそこの道。こんなとこ走ってたんだなと思って。走ってたんだよね。下りが面白いね。確かに。だから千葉に住んでた頃は船橋湖終わってタイヤ履き替えて F タイヤに国際ゴルフ場、千葉国際みたいな。あ、そう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 。あそこはなんか86の速い軍団がいて、最初はついていけなかったんだけど、でだんだんついていけるようになって、なるほど。あれはね、いまだにちょっと興奮したの覚えてる。グリップだ。グリップ。でドリフトはやっぱり筑波だね、やっぱり思い出は。朝日もいいし、我が国が最高だった。スピードレンジ速くて綺麗だもんね。綺麗だし、あとレース始めてから結構行ってたのがね、バンド紹介入って行ってたのが、社員で86乗ってるのいっぱいいて、それとみんな引き連れて夜仕事終わってから大ダルミ行くのがね、結構流行っててね。あそこボコボコしてなかったっけ？ギリギリしてたけど、いなせるぐらいスピード上げるとちょっと興奮した覚えがある。最終的には首都高まで行ってたから、グリップだ。グリップ、そこの軍団と結構走ってた。でも船橋港が一番お客さん多かったよね。いや、船橋港のあそこの青春が一番最高、ね、さ、鉄骨にみんな座ってさ、ブロックにね、ブロックに、そうで、ほら屋台も出てさ、屋台が出るってすごいよね。行った時にもう盛り上がってると思う。そうそうそう。だからわざと時間帯ちょっとね、盛り上がってる時間帯に行くとね、ヒーローになれるっていうね。あれ一人出してるよりさ、2台3台でこうやってやってるからかっこよくてさ、僕いつも修也君とかの後ろついて、そうだよね、当時からそうだったよね。おじ君がした時も一緒にやりたかった当時は。86じゃん。確かに中居君緑のホイール履いてね、ラック千葉。ラック千葉ね。確かに中居君後ろ走ってるイメージ強いな。なんか人を追いかけてるイメージが。そうだからね、2台とかでやってた方が迫力があるような気がする。1台でなんかやりたくなかった。なるほど。ちょっと 2,3 年前であそこのクランク行ったんだけど、まあ懐かしかったね。行くよね、わかる。僕もたまに通る。青春だなと思って。そう、青春のステージなんで。この車はサーキット走ったりすんの？一応ね、テストでいろいろやっていきたいから、スリックも履けるし、街中もこうやって乗れるし、めちゃくちゃオールマイティーだ。本当ドアとかも軽量したいんだけどさ、今のできる範囲の今の年齢層に合った遊びでも楽しい。いや本当そんな感じだね。俺はサーキットで走ってもでも結構気持ちよさそうだね。結局86でも楽しいわけでさ、速い車は当然楽しいわけでさ、その車で楽しめればいいから、僕はもう別にレースが やってるけど遊びでやってるからさ、成績とか関係ないじゃん。好きなように自分が楽しければいいわけじゃん、仲間と。でもよく見せたよ、中居君のレースの YouTube バトルしてるの。楽しいよね。楽しいよ。何もかも忘れてできるじゃん。いや、そうね。やるまでは怖いじゃん。でもやり始めたらもう自分のね、あれでできる。ドリフトはもうほとんどやんないの？そうね、ドリフトに行こうっていうのはない。やっぱそうなるんだな。ただ街中で夜たまにはやっちゃうけどさ。でポルシェって右コーナーの方がドリフトしやすい。後ろだから。なるほど。回ってるから。なるほどね。なるほど。エンジンの回転が。左は巻き込んじゃう。
初めて乗ったんですが、あまりの乗りやすさにちょっと驚きました。この見た目からもう少しこうハードな乗り心地とかね、こうハードな乗り味をイメージしたんですが、めちゃくちゃマイルドでソフトで、中井君のこう人生のね、なんかこうあれを感じましたね。まあもうみんな年なんで今の中井君やっぱりこういうの好きなんだなっていうのね、すごい感じたな。なんかやっぱり多分自然とそういう方向にどんどん持ってくんだろうね。そうかもしれないね、だから自分でこう乗りたい車っていうのはちゃんと明確になってるんで、その使うパーツであるとかセットアップするそのポイントであるとかもすごく良くて、最新のポルシェに乗ってるようなそんな感覚さえ受けました。決してスピードを出したわけではないんですが、ゆっくりとしたコーナーリングでもね、ちょっとこう旋回した時に後ろのしっかり感から前がゆっくり入っていく、そういう感じ、すごい乗りやすかったです。もうちょっとこれ飛ばしたら最高にハッピーな車だろうなって非常に感じました。僕もね小手君がコーナー立ち上がりでアクセルをきれいに踏んでいくところがやっぱこういうふうにやってんだなっていうのが分かりましたそうですか、嬉しいですね。いや今日はね、わざわざ本当来ていただいてありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。またぜひなんか遊びましょう。本当に、はい。いや最高にハッピーな夜でした。